皆さんこんばんは、ポシャンティです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今日はちょっと時間が経ってしまったんですけど、クリスマスの前に毛糸のアウトレットに行ってきました。で、もともと前からその毛糸のアウトレットがあるっていうのは知ってたんですけど、結構偏僻なところにあったのでなかなか行くことができなかったんですね。だけどちょうど冬休みにね、パパも娘も入ったので平日にねフラッと行ってきました。で、初めて行ったっていうこともあってものすごく衝撃的な価格だったりして、もう本当に買うのがちょっと頭がねちょっとわけがわからないことになって、本当にこの値段でいいのっていうものがあったり、いろんな衝撃を受けたので思うように買うことはできなかったんですけど、とりあえず欲しかったものは購入することができたので、その紹介をしていきたいと思います。で、紹介をする前にまずその毛糸のアウトレットのお店の様子を見ていただこうかなと思います。
で今回見ていただいた通りわかると思うんですけど、本当に衝撃的な値段でした。で私が行った後に2人10代の女子高生的な女の子が来て、もう口を開けて何この値段っていうぐらいびっくりしていて、思わず私もそうなんだよって言いたくなるほど、もう本当に似たようなリアクションをしていました。で今回、事前にどういったものが欲しいかっていうリストを作って、でどれくらい長さがいるとかサイズとかもいろいろちょっとメモをしていきました。で今回買ったのがそんなにたくさんではないんですけど、まず最初の方に写っていたこのニットプロの棒針を一つ買いました。でやばいです、値段が。見えるでしょうか。金額が1ユーロです。はい、日本円でだいたい180円ちょっとぐらいでしょうか。はい、帰ってすぐに Amazon で調べました。定価は一体いくらするのかなと思って調べたら、ドイツの Amazon だと同じもので 11.95 ユーロで売っていたので、だいたい2000円ぐらいのものが180円ぐらいで買えてしまいました。でお店の様子を見てもらったらわかると思うんですけど、太さがね結構太いのしか残ってないっていうのもあって、多分安く売っていたんじゃないかなと思います。で私が買ったのは 5.5 ミリの針を買いました。これが中にあった中で一番細いタイプのものになります。でこのね輪針が好きなので棒針使うことがあるかなって感じなんですけど、あまりの安さに買ってしまいました。多分こんな値段でニットプロの棒針は絶対に買えないと思うので、ある意味記念として買ったところもあります。で次に買ったのがソックヤーンを買いました。この色すごくね可愛いと思って、靴下シンプルなものを編みたいなと思って買ったんですけど、もしかしたら編みぐるみちゃんになるかもしれない感じです。これはね特に予定があったわけではなく、なんとなく可愛いと思って買いました。でこれが1玉 3.95 ユーロです。これは一般的なソックヤーンと同じ感じです。で次に買ったのが全部一緒なんですけど、このメリノピュアっていうのかな、これを5玉買いました。でこれは 100% メリノエクストラファインって書いてるので、すごく柔らかくてチクチクもしなくて使いやすい糸になっています。でこれも確かいくらだったかな、ちょっと待ってください。1玉が 2.94 ユーロで5玉で 14.7 ユーロでした。なので1玉500円600円500円から600円ぐらいの糸です。安く購入することができました。で今回ね行ったお店はこのプロラナっていうメーカーの毛糸がほとんどで、ちょっとここに行くまで知らなかったんですけど、初めて買ったメーカーになります。でどのね毛糸を見る限りほとんどがこのメイドインイタリーって書いていて、結構質も良さそうなのにものすごく安かったです。
でこれで私はソフィーフード編もうと思って買いました。実は事前に毛糸だけ注文してたんですけど、なんでか自動キャンセルされちゃって、どうしようかなと思ってた時にこのアウトレットに行って見つけることができたので、これで編もうと思っています。でもう最後になるんですけど、次買ったのがこの赤色の毛糸を買いました。これは全部で、6玉買っています。これは同じメーカーのプロラナって書いていて、メイドインイタリーの毛糸になります。で繊維は 50% アクリルと 50% プロマイドちょっとよくわかんないんですけど、さっきのねこの毛糸と比べるとこうね毛が立っていますね。なのでこっちと比べると質はちょっと落ちるかなと思うんですけど、なんかねすごい安かったです。1玉 2.95 ユーロってここに書いてるんですけど、レシート見ると1玉 2.48 ユーロになってました。でこれを、6玉買って、前回か前々回で紹介したすごいねポコポコした可愛いショールのパターンを買ったので、それをね真っ赤な糸で編みたいなと思っていたので、これで編もうと思っています。購入品はこれだけなんですけど、本当に初めて行ってまず値段にびっくりしてしまって、もう頭がわけがわからないことになったんですね。本当にこの値段で買えるのみたいな。だって最初に入ってみたのがこれが1ユーロですよ。びっくりじゃないですかね。これでちょっとあっけを取られてしまって、何回もお店をぐるぐる見て、でもどうしようどれ買おうってなっちゃって、で他にもいろいろね、例えばこれも種類が結構あったので欲しかったんですけど、まず編みたい作品の毛糸を確保しようと思って、で確保して、じゃあ次に何買おうかなとか、編みぐるみちゃんのね糸を何個か変えたらいいなとか思ったりもしたんですけど、いかんせん外でパパと娘が待ってたので、そのね無言のプレッシャーもあって、で今回はもうこれだけにしました。またね可能であれば近いうちにもう一回行って、もうちょっとね買っておきたいなと思っています。っていうのはやっぱり偏僻なところにあるので、なかなか行きづらいっていうのが一つあるのと、空いてる時間も行けない時が多いっていうのもあって、本当に偶然に今回お休みだからっていうのでちょっとね足を伸ばせたんですけど、今回ねあんまり量的には買ってないんですけど、2025年最後の毛糸の購入品っていうことで、これを使って編み物をしていこうかなと思います。で話がちょっと変わっちゃうんですけど、やっとねこのソフィーフードのパターンを買ってもらいました。で私知らなかったんですけど、英語のパターンで買ってねってお願いをしていたんですが、なぜか日本語があったということでパパが気を回してくれて日本語のパターンを買ってくれました。なのでこれをねなるべく早い段階で編み始めたいなと思っています。もうね寒くてもう来週はマイナス10度になるそうなので、頑張ってねちょっと編んでいこうかなと思います。で今日は12月29日なんですけど、やっと仕事納めも終わってきたので、ちょっとね自分の編み時間の確保をしたいなと思っています。で今回の動画が
2025年最後の投稿になると思います。この1年間たくさんの方に見ていただけてとても嬉しかったです。ありがとうございました。また来年もゆっくりなペースになるかと思うんですけど、趣味の編み物とか他の手芸とかお出かけスイスの生活の様子とかをお届けできたらなと思っています。来年もまたよろしくお願いいたします。では皆さん素敵な年末年始になりますように。今日の動画はここまでにしようと思います。ではおやすみなさい。